皆さんおはようございます。球場の歩き方です。本日は2024年8月3日朝5時半のシカゴの街よりお送りします。本日はこれからシカゴを立ちましてミシガン州のデトロイトへと移動します。今回もアムトラックで移動するんですが、シカゴのユニオンステーションまでは高架鉄道で移動します。はい、ということでクインシーという駅に着きました。この駅はシカゴの高架鉄道の中でも最も古い駅の一つなんだそうです。いやー、まさにシカゴって感じの光景ですよね。さあ、ここから三度ユニオンステーションへと向かいます。今私はメジャーリーグ観戦の旅をしておりましてアメリカに来ております。今回は主にシカゴを中心とした中地区のスタジアムを巡っています。初日と2日目はシカゴでホワイトソックスの本拠地ギャランティードレートフィールドへ、その後アムトラックでミルウォーキーへ移動しまして、3日目と4日目はブリュワーズの本拠地アメリカンファミリーフィールドへ行ってきました。そしてまたシカゴへ戻ってきまして、5日目と6日目はカブスの本拠地リグレーフィールドへ行ったところです。ここまでの旅の様子をまだご覧になってない方はぜひご覧になってください。そして7日目の今日はまたしてもアムトラックで今度はミシガン州のデトロイトへと向かいます。デトロイトといえば皆さんも中学校の社会科の教科書で習ったと思いますが、20世紀に自動車工業で栄えた町でして、フォードや GM などが工場を構えました。しかしその後工場の移転などで自動車産業が衰退していきますと、町の治安は悪化していく一方で、一時は全米で最も危険な町とまで言われたこともありました。現在ではだいぶ改善はされているようなんですが、いずれにせよ危険な町であることに変わりはないので、細心の注意を払って行動しようと思います。この度3度目のユニオンステーションです。もう駅のこととかは以前お話ししたんで割愛します。今日乗る列車は6時45分発のウォルバリン号という列車でして、シカゴからデトロイトまでは約5時間50分の長旅です。早朝なのでこの間今永の雑誌を買ったコンビニもまだ開いてないですね。実は私昨夜出発前に e チケットを見て気づいたんですが、所要時間が5時間50分なのに到着予定時刻が1時35分になってるんですよね。これですね、シカゴとデトロイトは近いから当然時差はないだろうと勝手に思い込んでたんですけど、1時間の時差があったんですね。それをまた前日の夜になって気づいたっていうね。ちなみにシカゴのあるイリノイ州のすぐ隣インディアナ州に入った時点で時差がありますんで、1時間時計を進めないといけないんです。アムトラック定番の順番待ちをして並んでホームへと進んでいます。この横の列車はどこ行くんですかね。やっぱり鉄道の旅ってロマンがあっていいですね。前も言いましたがアムトラックのコーチクラスは自由席なんですよ。家族4人でまとまって座れるかちょっと心配です。ということでなんとか無事に席を確保することができました。席が取れたらもうこっちのもんです。あとはリラックスして列車の旅を満喫します。この間行ったホワイトソックスの本拠地ギャランティードレートフィールドの横を通りました。いやー、これはちょっと感動ですね。もうこのチャンネルではおなじみですが、私の遠征はアメリカでも朝マックから始まります。ソーセージマフィンのセットが税込みで6ドル47セント、まあ先週より少し安くなりましたね。このトウモロコシ畑にあるこの機械、中学の時地理で習ったセンターピボットってやつじゃないですかね。これタイヤもついてるし多分そうじゃないのかな。組み上げた地下水にですね肥料を混ぜて、それで一気に畑に水をまくんですよね。いやー、これ生で見られる時が来るとは。Once again, this is the Jackson Station. Jackson Station now arriving at Jackson. Your station, please make way towards the conductor for exiting. Once again, Jackson Station.アムトラックの車両にはこのようにスーツケースを置くスペースがあります。私も今下に置いてますが、ここはアメリカなんでね、しっかり鍵はかけときましょう。あとは席の上にも置くスペースはあります。
Thank you。帝国よりもちょっとだけ早くデトロイトに到着しました。しかしミシガン州最大の都市の駅だというのにホームに屋根はないし、なんとも簡素な作りですね。ホームの長さも足りてないから特定の車両からしか降りられないみたいです。あの辺の車両なんかホームにかかってないから橋の上で停車してますね。東急大井町線の九本物みたいですね。1階の駅舎まで降りてきました。なんともこじんまりとした近代駅舎ですね。最低限の待合スペースしかなくて売店などはありません。シカゴのユニオンステーションを見た後だけにどうしても比べてしまうんですが、実はデトロイトの駅は昔は別の場所にありまして、18階建ての荘厳な駅舎でした。駅はここに移転してしまいましたが、かつての駅舎は現在も保存されて残っているそうです。今のアムトラックの駅はダウンタウンから北に約5キロほど離れた場所にあります。駅前のウッドワードアベニューの上に2017年に開業したストリートカーの Q ラインが走っていますので、まずはこれに乗って移動しようと思います。電車がやってきました。この辺は架線レスなのでパンタを下げてバッテリーで運行しています。このストリートカーは途中から道路の中央を走るのではなく、サイドリザベーションといって歩道に沿って走ります。路線図を見るとループ線のように書かれてますけれども、上下線で違うだけでほぼ同じところを走っています。コメリカパークに最寄りの電停はモンカームストリートかグランドサーカスの停留場です。ちなみに運賃は州から補助金が出てるそうなんで、現在は無料らしいです。車内はこのように部分停唱車でして、両端の車両のみ車輪があるので一段高くなっています。今は無料ですが、開業直後は運賃を収受していたので、その名残か機械も設置されています。降りるときはこのボタンを押すとドアが開きます。マックがある。とりあえずマックがあればなんとかなるっていうこの安心感は何なんでしょうね。左側にコメリカパークが見えてきました。今はとりあえずホテルへ荷物を置きに行きますんで降りませんけれども、車窓から楽しもうと思います。スタジアムを見てついにデトロイトへやってきたんだなと実感しますよ。照明灯かっこいいですね。この球場は掘り下げて作られていますので、スタンドの外観はそんなに大きくは見えないですね。なんというかうまく周りの景色に調和している感じがします。また後で来る時にじっくり堪能しようと思います。こんなところに教会があるのか。結構ね、さっきから景色を見てると教会が多いんですよね。あれなんだあれ。すごいなあれ。終点のコングレスストリートへ到着しました。とりあえずホテルに荷物を置きに行きます。ちょっとこの辺は人気がなくてですね、昼間だからまだいいんですけど、夜はちょっと危ないかもしれませんね。ただどうなんでしょうね。今のところそこまで治安が悪いとは思わないです。ということでホテルにチェックインしました。今回はフォートポンチャートレインデトロイトウィンダムホテルというところに宿を取りました。結構ダウンタウンの中心部はどこも宿泊代が高かったんですけれども、治安の悪さを聞いていたんで命には代えられないなと思いまして、ここを選びました。ちなみにですね、川の向こうはカナダです。ホテルの部屋からカナダが見えるところに来ちゃいましたよ。目の前にはピープルムーバーという新交通システムが走っています。あそこにはマーク・トウェイン号みたいな蒸気船がいます。まだ開門まで時間がありますので、ちょっと散歩してから球場へ向かいます。あちらに見えるのは GM の本社です。デトロイト川の方に行けるようなので、ちょっとこちらへ行ってみましょう。 GM の本社があるルネッサンスセンターの裏手にカナダとの国境であるデトロイト川が流れています。この川の向こうはカナダのウィンザーという町なんです。国旗も見えますね。ボートだと簡単に国境を渡ってこれちゃいますけれども、その辺の管理とかは一体どうなってるんでしょうね。実はこの真下ぐらいにトンネルが通っていまして、向こう側のカナダと行き来ができるようになってるんです。奥には橋もかかってますね。島国の日本人からするととても新鮮な光景です。さて、先ほどから何度か出てきますこのビルですが、アメリカ三大自動車メーカービッグ3の一つゼネラルモータースの本社が入っているビルで、ルネッサンスセンターと言います。中には無料で入れますので、ちょっと行ってみましょう。
中にはめちゃくちゃでかいショールームがあります。私車も好きなんでね、これはたまらないですね。現行の車だけではなく、このような歴史的な車も展示してあります。もはやちょっとした自動車博物館ですね。こちらは初代のカマロですよ。うわ、めちゃくちゃかっこいいな。そしてこちらは現行のコルベットですね。この代からね、エンジンがミッドシップになったんですよ。かっこいい。話が脱線してしまいましたね。そろそろ球場へ行きます。球場へは先ほどのピープルムーバーを使って移動します。ピープルムーバーは先ほども申し上げた通り新交通システムでして、ダウンタウンを環状線で運行しています。ルネッサンスセンターもそうなんですが、ダウンタウンのホテルを取っているんであれば、これを使ってコメリカパークまで行くことができます。なんとこのピープルムーバーも企業が支援して2024年は無料で運行しているそうです。駅はビルに直結しています。ありゃ、人がいない。ピープルムーバーはすべて単線でして半時計回りに運行しています。お、ビルの中から車両が出てきました。すごい構造ですね。大阪の阪神高速みたいだわ。建物の向こうにコメリカパークの照明塔が見えてきました。球場に最寄りのグランドサーカスパーク駅に着きました。ピープルムーバーの駅を降りたところに先ほどの旧ラインの電停があります。停留場のデザインがかっこいいんですよね。ここはちょっとした公園になっています。真ん中には噴水もあってですね、憩いの場になってるんですね。いや、なんかこれだけ見ると治安が悪いなんてとても思えないような光景ですよ。さすがに夜は危ないのかもしれないですけども、だいぶデトロイトの治安は改善されてきてるのかもですね。おー、ついにやってきましたよ。めっちゃかっこいい。さっきも言いましたけど、周囲に見事に溶け込んでいますよね。あー、これさっきのやつだ。乗ってみたいけどどうやって乗るんだろう。とりあえず球場へ向かいます。